ご先祖様があなたにずっと伝えたかったことを、頑張りすぎのあなたに何か伝えたいことがあるんじゃないかな。この郷の山ではね、郷にセブンブワンズ、あなたはせつかれながらも孤軍奮闘して頑張ってきた。だけれども人生の大きな転機であるかなのジャッジメント、捉えられるんじゃないかな。で捉えればその先にダールカナ2の強行が待ってるんだけど、ご自身の内面、自分の気持ちとか全部こう出さなくていいんだよ、明確にする必要はないんだよ、あなたの冷静、魂の成熟度合いっていうのも非常に高いものがあるから、もう少し秘密のベールで包まれててもいいんだよ、そんな皆のね矢面に立ち続ける必要はないよっていうメッセージかな。タイの山、ここもね、ナイトのカップ、あなたからちょっとナンパなぐらい積極的にアプローチする。でさらには戦車がむしゃらに突き進む。これがあなたのやり方かもしれないけど、さらに先にはホイール・オブ・フォーチュン、もっと自然にしててもおおらかに機運は流れていくよって。全体的にね、そんなに辛辣なスプレッドではないんだけど、真ん中にはスリー・オブ・ソーズ、常に心を痛めている、自分を偽っているのかもしれない。ご先祖様からはね、悪いのはあなたではないよっていうメッセージが来ます。あなた自身もそのことに気がつき始めてるんじゃないかな。カップに関して、愛に関しては10オブカップス、もう最高の幸せだよね。晴天の霹靂で何か不安なことが起こるんじゃないのかしらっていうような、そんな不安を感じてるかもしれない。あなたが頑張ってなんとか達成した、もう力技で持ってった幸せなのかもしれない。だから常に力を出し続けてるような状態にあるのかもしれないね。悪いのはあなたではないっていうメッセージが何なんだろうな。この最終段階まで行き着いた、とってもあなたが望む幸せの形っていうのを達成したお相手さんだけど、あなたの主張に聞く耳を持たない方、いつからそうなったんだろう。何を言っても言い訳ばかりする。本当はあなたの心の中で私の落ち度ではないわと分かってるんだけれども、なんかこの完全無欠のね、理想的な形を保持するためにあたふたしちゃうよって。だけどそれあなたが悪いんじゃないよねってメッセージ降りてくるね。多くのことをやりこなすことができてるんだけど、なんとなく自己不在な、自分が悪いんじゃないかなとか、自分を卑下してしまうような意識のモードに入りかけたら、一呼吸置いて
自分軸をぶらさないように意識するだけでいいよって。これなんだろうね。積年の思い、悔しさがこみ上げてくる。ほとんどオートマティックに動いてしまう。お相手さんにあなたの気持ちを伝えようとすると、あなたの曲げ、お相手さんはあなたに自立されると困る。だからあなたがお相手さんに理解してほしい、あるいはお相手さんに対してね、変わってほしいなんていう気持ちを起こすと、あなたのその意識をうやむや言い訳ばっかの泥沼に引きずり込んで、理解してほしい、変わってほしいっていう一見建設的な正しい意識をね、あなたの意識をお相手さんへの依存心へとすり替える。もう何年も何年も何十年もそれでその意識でね引き止められてるんじゃないかな。だから一つ上の形を目指すんだろうね。天のカップ、まあ本当に幸せの形っていうのは達成している。だけれど原動力がトラウマ、カルマ、これがやっぱり真ん中に居座りすぎてんだよね。もっと自然な流れであなたの幸せっていうのは、あなたがそんなにね必要以上にへりくだったり気を使ったりしなくても流れてくよって。トップはセブンのペンタクル。今まで培ってきたもの、これからどうしようかなって、ちょっと楽しみながら考えてもいいぐらい、こんなにそのせつかれるような、段階ではもうないよって降りてきます。不死の宝、あなたの魂、その年齢がとても高いですよというメッセージが来ます。幾世にもわたって、魂が同じテーマを持って生き続けている。だから菩薩のような人なんじゃないかな。如来に向けて修行し続けてる菩薩様。仏教の世界で言えば皆菩薩なんだけどね、悟りを開くまでは悟りのための修行をしている段階っていうのが菩薩なんだけど、あなたは、魂のね年齢がすごく高いよっていうメッセージが来てる。で、あなたがねその持ってるその魂は周りの人たちを癒す力を持っている。周りの人たちに生きる指針、指標を提示する、そういう役割をあなたは持ってるんだよって。今時の言い方するとライトワーカーのような、そういう力を持ってるよっていうメッセージが来るね。なんだろうな、この技巧的とかもしくは感情的、よく言えば情熱的なんだけど、ワンドだけにもっとなんか自分の中にある内在しているナチュラルパワーを使って、
処世するっていうことじゃないかな。ちょっとなんか力が入りすぎてるのかもしれない。で一方こちらは翡翠寺への入室で、仲違いだよね。それを調停する、収める、そのために、翡翠の、寺に入って、瞑想しろって感じだろうね。戦車としてのあなた、ちょっとやっぱり頑張りすぎちゃってる、力みすぎちゃってる、フルスロットルで行き過ぎちゃってる。あなた自身頭を冷やせって言ってるのかもしれないし、ひょっとすればこの10オブカップ、完璧な幸せ、あなたがひょっとすれば頑張りすぎて築き上げた幸せだから、そこら辺をお相手さんに逆手に取られてるかもしれない。あなたはとても強い人で人の助けなど借りない人かもしれないけど、それがあなたの弱さとしてこのお相手さん、10オブカップの世界を築くお相手さんに逆手に取られ始めてるのかもしれないね。あるいはそういう苦い経験があって、そうならまいと、同じ鉄を踏ままいと逆にぎこちなくなっちゃってるのかもしれない。自分の中にあるその心の葛藤とか、ああでもないこうでもないっていうような分別つけたがる、白黒つけたがってるようなその争いを一回沈めなさいっていうメッセージが来てるね。大きいトライアングルではとても良い流れ、セブン・オブ・ワンズ、最初はちょっと辛い状況だったけどちゃんと成果が上がって、あなたにも選択の余地ができてくる。今まではいろんなものを手にしたと思うんだけど心に余裕がなかったかもしれない。だから、それは、幸せなんだけど多分もう一つ上の段階の幸せを求め始めることによってやっぱり変わり始めてる部分があるんじゃないかな。だけどトップはね、とっても、一呼吸を置いて自分の立てた手柄、自分がどのような動線で今まで自分はその物事をねやってきたのかな、築き上げてきたのかな、そういうのが冷静に見れるよって。だからその機運を手に入れると多分このホイール・オブ・フォーチュン、幸せのこうサイクルっていうのがおおらかにね動き始めるんじゃないかな。私はねこのね大アルカナ2の女司祭、女教皇、このカードがねなんか強く感じるね。あなたの秘めたるパワー、この不死の魂もそうなんだけど、それを使いなさいってくるよ。この真ん中のスリー・オブ・ソーズがやっぱり今世で味わった浅いねカルマというよりはトラウマ、この現世で遡れる、ひょっとすれば幼少期かもしれないよね。最古の痛手となるような経験みたいなもの、この不死の宝で言ってるあなたの魂がもっとこうすごく長い、ずっと同じイデオロギーをキープしてきてるよっていう力っていうのはこっちのなんか女教皇の方に秘められてる、そう感じる。このさ10オブカップの関係性、
どうしても壊したくないっていう気持ちを逆手に取られてるようなら、ご先祖様から降りてくる言葉はもう十分尽くしたでしょね。もう相手を変えようとするんじゃなく、あなたが変わりなさいと。それで回り始めるよって降りてきます。ブラフマ、宇宙、創造、そうだな。なんかね、この現世でのあなたのカルマは、解消すべきカルマっていうのはもう解消したんじゃないかな。今世を生きる人として、今世は人間というボディを与えられてる、あるいはあなたがこの体に入り込もうと、あなたの正体である霊体としてのあなたが今のあなたの肉体に入った。今世で人として解消しなきゃいけなかった前生からの課題っていうのは解消した。で、宇宙を感じなさい。霊的世界を感じなさい。工事の世界を感じなさい。あなたが宇宙の一部を担っているように、あるいは宇宙があなたの一部を担っているようにね。一人じゃないんだよって、本当に大きな霊的な世界、もうサードアイを開く時だね、ピカーって。工事の世界とつながってるあなたっていうものを意識して行動しなさいと。そうすることでこの幸せの輪回り始めるよって。だから隔離を移しようで言えば、隔離をのイメージをあなたが操作できる段階に来てるよって。今までは力技で得てた幸せだったかもしれないけど、もっとおおらかな、本当に自然に立ち上がってくる、現象として立ち上がる幸せを享受することができますよと。だからご先祖様はずっとそれ伝えたかったんじゃない。頑張り続けてるあなたに、いや頑張ってるけどちょっと辛いんじゃないのかいって感じで、もうその頑張りで得られる幸せっていうのはもう十分なんじゃないのかいってね、ずっと伝えたかったんじゃないかな。だからやっとあなたが気づける段階に来たって、ご先祖様も喜んでます。あなたは
愛のキラーかもしれませんね。人のものを奪いたいというね、欲求に駆られてるよってね、出てる。業の山で業に天のペンタクルね。幸せな家庭、そしてそれを見ているあなた。で、ナイトのワンズ。あなたは自分の気持ちに正直に動く。で、タイが5のタイね、キングのカップ。結構だから強い男性、あなたより大きな男性に挑んでいってる。でね、タイの山もナイトのカップ、あなたからアプローチする。で、天のカップね、これはあなたの幸せっていうよりは、このテン・オブ・ペンタクルスと鑑みるとね、なんかこういうカップルを見ると、幸せな形を見るとね、いても立ってもいられないっていうような意識に駆られる。で、タイが9のワンズと。お相手さんが手負いになるか、あるいは追い詰められた難しい形のあなたのその恋人は急須猫を噛むでね、あなたに反撃するよと、あなたは迎撃を食らうよって降りてくる。それがこのキングのペンタクルじゃないかな。キングのカップ、キングのペンタクル。ただね、クールなんだよね、あなたが8のカップで。私も私のやるべきことを十分やったわ。冷めるとスーッとね、身を引くって。これはご先祖様心配になるよね。言いたいことはずっと言いたかったこと、伝えたかったこと、これはねあると思うよ。あなたがこう危険なゲームをね、楽しんでる、楽しんでるわけじゃないんだろうけど、その突き動かされるんだろうね。比較的八方美人な人、あなたの血族の血筋の中で未解決のわだかまりが、時の流れのよどみの悪田となって現世内移動してる。あなたはあなたの所属するコミュニティの異端児としての役回りが与えられてるよと、ご先祖様がね、伝えてくる。もちろん転生したあなたもそれを承知でね、今世の今あなたが持っている肉体に入り込んでる。あなたに負わされてるのは革命、創造、自由で、そのイデオロギーの陰のリアクションとして破壊的な破滅の影を伸ばしてきてるんじゃないかな。だからご先祖様はやっぱり心配だよね、すごくね。だからまずご自身のマイノリティ感みたいなもの、それを意識するといいんじゃないかな。で、なんで私ってマイノリティなんだろうって、この情動ってどっから湧き上がってきてんだろうって、これ
私がこの現世でね所有できる以上のカルマの力が働いてるよなって、なんかそこら辺が気づけると、今持ってる渇望感、あなたを突き動かす渇望感が和らぐんじゃないかな。だからこのままいくとね、あなたもクールでいられなくなる。今度あなたがねしっぺ返し食うって、それをご先祖様心配してます。弧を描く柳の姉妹。姉妹だけどお一人だけしか出てないけどね、完璧でなくていいよって、そのメッセージが来るね。ちょっと砕けた感じでいいんだよって。まあだけどやっぱちょっと妖艶だよね。あなた自身がこの弧を描く柳の姉妹、このカードに描かれている観音様かもしれないね。あなたが接触した恋人たちの悲しみや苦しみ、解決することのできない心の傷を私が吐き出してあげるわと。一見幸せそうな男たちに負の側面をね見出すことに長けてるのかもしれないね。姉妹っていうことで言えば、あなたの今の状況っていうのをね見てられなくて、いずれねしっぺ返しが来るよと、このナイン・オブ・ワンズで急須猫を噛むで追い詰められたお相手さんがねあなたに迎撃してくるよと。でそれで心配してるのかもしれないね。もうそろそろ引き際わきまえなさいみたいな感じで、そう完璧にねことを終わらせる必要はないんだよって、少しぐらい自堕落なぐらいでいいって。そう考えるとこの8のカップなんか引き際をわきまえてるとも見えるよね。8分型で、で一方こっちのタオだけれども、宇宙の真理、あなたがさ夜寝る時、もうお風呂入ってねあったかい布団の中で、ね、枕に頭を沈めた時に目を閉じてね、目を閉じるとねまぶたの裏に永遠の暗闇が広がるでしょ。そのスペースが自分のものになるまでね心を落ち着けて、その時流れてくるメロディーを聞いてほしいっていうねメッセージが来てる。そのメロディーがあなたの魂のね重要な鍵を解き明かすよって、開くよってねメッセージが来てるよ。だから眠りに落ちる瞬間にさ、ご先祖様にもうぜひ、何か聞きたいことがあるんだったらね問いかけてみるといいよ。夢の中で教えてくれるはず。もっかこの存在気にしてるだろうね。あなたに一杯食わしてやろうと思ってるこの存在のこと。
気をつけろってもっと具体的に教えてくれるかもしれないよ。ちょっと最後男勝りなの来たな。いい感じでなんかね、あなたの女性性すごくまったりしゃなりしゃなりと来てたんだけど、最後の最後で勝利の鳥紙何言ってんのと、私がねこの男返り討ちにしてやるダメダメ、それはダメね。あるいはまあ男勝りっていうことで考えれば、このね、まあ、この鳥を狙ってるわけではないんだろうけど、なんかあなたがやっぱり、この方が狙われるよっていうメッセージかもしれない。ただね、最初にやっぱふっときたのが、やっぱりあなたがまだねちょっとイケイケで、私まだまだへばらないわと、まだまだトライするわよって、もう今のに飽きたら次の行くわって、なんかそういう力を一番最初に感じてしまった。ただそれだとね、ご先祖様ねますます心配しちゃう。ちょっとだからね、今回気をつけた方がいいと思う。だからずっと伝えたかったって部分は、あなたの血筋が抱えてる問題だろうね。その負のエフェクトをあなたが一身に背負って、愛のキラーとしてね今世で立ち回ってるのかもしれない。だとしたらやっぱご先祖様やっぱり心が痛むよね。あなたにどっかで伝えなきゃいけないなって。まあひょっとすれば本当ね、まだまだ勝利を勝ち取れるだけの余力があるかもしれないけど、ここでちょっと舵切りしてもいいんじゃないでしょうか。ちょっとね心配性かもしれないね。あなたは用心深い人、あるいは心配性で石橋を叩きすぎて渡る人じゃなくて壊す人かもしれない。焦らずゆっくり確実にだったらいいんだけど、内心結構焦っているから心配しすぎる、慎重になりすぎる。それで人生を大きく損してしまっているよと、ご先祖様あなたを見てやきもきしてらっしゃるんじゃないかな。幸せな家庭に疑念を抱く、疑心暗鬼になる。まあムーンね、テンオブペンタクルから月ダールからの業の山。
で鯛がセブンのペンタクルで一旦落ち着くんだけれども、その上にはフォーのペンタクルになってるんだよね。この時には結構余裕があるんだけど、真ん中にデンってきてるのはちょっと主戦度チックかもしれない。自分のことに意識がね、やっぱり俺は本望ではないと思うんだよ。本望じゃないんだけど、そういうふうに考えちゃう。やっぱり自分のことを考えちゃう。でこの鯛の山なんだけど、5が5のペンタクルですね。互い連れ添ってるんだけど、ね、見るべきものを見れなくなってしまう。価値を見失ってしまう。で次が10オブカップ。まあ完成形態、これも10オブペンタクルだけど、こっちも10オブカップ。完成だけど晴天の霹靂で何かが起こるんじゃないかという不安があなたを刺激する。あなたは耐えられなくなってね、お相手さんをせっついてしまうかもしれない。それで最終的にタイがハンギングマン、ウェーイってもう吊るし上がっちゃってる。焦らずゆっくり確実にっていう感じの慎重さだったらいいと思うのよ。石橋を叩きすぎて渡るぐらいなら、おそらく叩きすぎて壊してしまうじゃないかな。で自分自身も、トップクイーンのワンズで、情熱的に目を光らしてんだよね。大丈夫かな大丈夫かなって。だけどこっちで10のワンズが来てるんだよね。あなた自身が結局そのやり方で言っても、いっぱいいっぱいになっちゃうよって。自分自身辛くなっちゃうよって。だ結局人生損しちゃうんじゃないかな。いい部分もね、ふんだんにあるんだよ。やっぱりこうフォーブペンタクルスとかさ、悪く言えば主戦度だけど、よく言えば手堅いわけじゃない。先立つものがなければとコツコツ貯金する。グラウディングがしっかりできすぎてるのかもしれない。陰を燃やしようとし、陽は揮発し凝固し、そしてまた陰をなすと。どの道基本がしっかりできてればまた陰に戻るのよ。原動力に。原動力を失うことはない。だから陽は揮発し、陽を燃やす、こう陰を燃やして陽に揮発させる、この段階にもっと信頼を置くとむちゃむちゃ良くなる人だって伝わってくるよ。だけどその陰のエネジーに固執しすぎてしまうがあまり、せっかく形になってたものも壊してしまうよって。ご先祖様はそれでいいのかい、それでいいわけないよねっていうところでずっとあなたに伝えてるんじゃないかな。多分夢の中で多分サインを送り続けてる。あなたならそのサインを拾ってくれるだろうって。楽しむこと、表現すること、意外にできてないかもしれない。あなた自身をいたわること、愛すること、ここら辺の基本がしっかりできていればね、物事ある程度楽観視しても、あなたの慎重さをもってすればお釣りが返ってくるんだよって。ひょっとすればあなたはさ、
ややね、マイナスの想念に反応しやすい人かもしれない。周りの人たちからのネガティブエフェクトを受けてしまう人かもしれない。だからどうしてもそこを信じてあげると、周りの人たちが自由に動ける、あなたの周りで動いてくれる、泳いでくれるところ、そこを多分窒息させてしまうのかもしれないね。詰めすぎちゃって。人は誰しも良し悪しがある。光と影がある。陰陽二極があると考えると、それはあなたの気質の問題になってくるかもしれないね。どちらも次元上昇だよね。運命の乱の巫女。あなたが感じてる孤独感、周りの人が感じないような孤独をあなただけが感じている。だけどそれはあなたのアイデンティティだよってね。人を、この月なんだけどさ、人を疑う、疑心暗鬼になる、疑いすぎるともう闇の中に鬼すら見えてくるわけだけど、疑うことが全て悪いわけではない。しっかり地に足がついてて、ひょっとすればね、地面に這いつくばってね、人の足の裏を見てしまうような、それぐらいの慎重さがあるのかもしれない。だからあなたちょっと人と違うかもしれないけど、やっぱりその陰性の力をように転じなさいだよね。周りの人たちと違うということに卑下するんではなくてね、むしろ違うということを武器に次元を上昇させなさいと。そのための力なら私は貸すわと。運命の乱の巫女、このカードから伝わってくるね。黄色の虎の母に傾聴する。あなたを応援している。あなたが幸せの形の中に見出してしまう。幸せの中に見出してしまう不安。それをこの黄色い虎の母は、もう私が食べてあげるわと。そんな不安。そんな不安必要ないのよと。この10オブカップにかかってるんだけど、実際この10オブカップはね、突発的な不幸とかっていうね、逆読みするとそういう意味もあるんだよね。だからやっぱあなたがそういう陰性のさ展開を感じ取ってしまうのはあなたの特性だと思うんだけど、ただこのカードはそんなに怖がるなって伝えてくるね。あなたを応援してるよと。一緒に上がっていきましょうとね。ど真ん中をがっつり生きていきましょうと、メッセージが来る。このだから天のカップの状態をね維持できるというね、ここであなたが不安に駆られてこの方をねせっつくと本当に吊るし上がっちゃうよね。
であなたもやっぱりあなたの今のやり方、ものの考え方で突き進んでいっても、やっぱりあなた自身もね、今はまだクイーンのワンズかもしれないよ。まだ、力強いかもしれないけど、やがて自分もいっぱいいっぱいになっちゃうよって。陰から陽への何か力の転換みたいなものをすごく感じます。ご先祖様があなたに伝えたいこと、闇の力を光のもとへかな。闇でうごめく純白の羊の群れをさ、光のもとへ放牧してやればいい。その様、永劫の青空に純朴な雲を浮かべる形で現象化するよと。あなたが不安に思っていること、心配していることは多くはね、取り越し苦労に終わるよと。空を見上げてごらんって。牧歌的な世界がね、広がってるだろうって。もう今その時だよってね、ご先祖様は伝えてるよ。皇人様、やっぱなんか陰と陽って感じるよね。この凝固した硬質なもの、光ね、それでも光っている。でさらには揮発した陽の明かりで、あなたの何か優しさを伝えてきてる、そんな風に感じるね。エンパスってさ、やっぱ共感力が強くて、その負のねエネジーに感応してしまう。だけれどもそれはあなたがほっとけないからじゃないかな。なんでそんな意識にとらわれるんだいというような、それをその体現してね、行動で表すんじゃなくて自分の中に溜め込んじゃうんだろうね。であなたの中ではそのマイナスの力っていうのをね、しっかりと凝固させて、輝かすためのように転換するための準備はできてるんだよね。そういう意識があるんだよ。だからエンパスとか言うとなんかやっぱただただ弱い人みたいな、人間はやっぱり光と影があるから、そのブラックな部分もあるわけじゃない。良きこと悪しきことと。だけどそれに負けるわけにいかないでしょ。それらを踏まえてまたいで力強くね、さあそれからむしろ人としてどのように生きていこうかと、その強さが必要だから。エンパスとかっていうとどうしてもなんか弱い人って思っちゃうんだけど、だけどあなたはしっかり周りの人たちのさ負のエネジーをあなたの中でポジティブに転換する準備ができてるんだよね。だから舞い上がってくるんだよ。そうだからあんまり疑りすぎない方がいいんじゃないかな。この大きいトライアングルではね、あなたのお相手さん、あなたが変わらないと、吊るし上がるって出ちゃってる。助けてくれって聞こえる。助けてくれよって助けてあげましょう。いいですね。